こんばんは、不動産マフです。今日はですね、株式投資の基礎っていうので、今回は PER と PBR っていうですね、株をやっておくなら絶対に知っておかなきゃいけないですね、キーワードを説明したいと思います。結構いろんな専門用語とか出てきてですね、難しく思っちゃうんですけれども、今日はですね、なんでそれが重要なのか、どういったものなのか、わかりやすく解説していきたいと思います。で、今日は、復習としてですね、時価総額、会社の価値何なのかっていうのを解説して、で、PER っていうのはですね、何年で時価総額稼ぐかっていう、その会社のですね、稼ぐ力を表すような指標ですね。それの計算方法と、あとどれぐらいの PR が必要なのか、あとPBR って会社の資産はどれぐらいなのかっていう、その指標をですね、解説していきたいと思います。で、まず時価総額に関してなんですけども、結構株価がですね、こういろんな、株価は何円何円っていう風になるんで、株価が重要だと思われる方いらっしゃるんですけども、実は株価っていうのは全然関係なくって、発行株数が会社によって全然違うんですよね。なので、時価総額っていうのがすごい重要になってきてて、株価かける発行株数が時価総額になりますよっていうのが重要です。で、時価総額っていうのはもうその会社のですね、株の全ての価値みたいなものだと思っていただければいいです。で、これも前回の復習なんですけども、任天堂は4万円とかですね、株価。トヨタは7万7千円ぐらい、ソニーは6200円とかなんですけども、それぞれ発行株数が全然違うんで、時価総額はですね、トヨタが圧倒的に多くて、その次ソニー、任天堂の順なので、実はもう株価とですね、その企業の価値、時価総額っていうのは全然バラバラですよと。で、あと、売買できる単位は、ほとんどの株は100株単位で売買できますということも実は覚えておいてください。で、時価総額の復習なんですけども、株価はじゃあどうやって決まるかっていうと、東証とか開いてる時にですね、売りたい人と買いたい人がですね、争うような感じですね。で、売りたい人は6773円で1700株売りたいですよっていう風に、こうやっていろんな人が売りたい人が並んでて、で、買いたい人は1764円で2100株買いたいですよという風に並んでる感じですね。で、買いたい人はできるだけ安く買いたいし、売りたい人はできるだけね、高く売りたいっていうんで、それの少しでも高く売りたい人と少しでも高く売りたい人と少しでも安く買いたい人がせめぎ合っていくらで売るかっていうのを投げ合ってる感じですね。で、それが成立すれば、例えばもう6773円でいいよって言ったらもうこの1700株が売れていく。そうやってですね、価格が決まっていくと。なので、ちょっとこれ絶対重要なので覚えてほしいんですけど、株価どうやって決めるかっていうと、もう需要と供給、欲しい人が多ければ株価上がっていくし、売りたい人が多ければ株価下がっていくっていうところはすごい重要になります。なので、株の価格っていうのはですね、結構、指標がいいとかではなくて、需要と供給、その売りたい人と買いたい人の差がですね、すごい大事ですと。で、ここからですね、今日の本題、PER 何か稼ぐ力の指標について解説します。これですね、本当まず最初に覚えるような指標であるので、ぜひですね、覚えておいてください。で、株はですね、なんで買うかっていうと、その会社が利益を上げるっていうことがすごい重要になりますと。その株式会社って利益をですね、追求するっていうことになっているんで、その会社がですね、利益を上げて、それを株主に還元するために株を買うと。で、そういったことで、利益がすごい重要な指標になります。で、ここで、重要なのはですね、時価総額に対してどれぐらい利益を上げてるかっていうのは結構キーポイントになります。例えば、時価総額は100億円ありますよ。これ会社のさっきの価値ですよね。会社の100億円ぐらいの価値の会社が、10億円稼いでますよ、1年間に。っていうのと、例えば、1000億円ぐらいの価値がある会社がですね、10億円上げてますよっていうと、どっちの会社の方がですね、稼ぐ力が強いでしょうか。それを表すような指標がですね、PER になります。で、時価総額に対する利益の指標になります。で、なので、PR はですね、何年間で時価総額分稼ぐか、みたいな、そういう指標になってます。なので PR は、時価総額をですね、当期純利益で割るような感じですね、になってます。なので、時価総額は何かっていうと、株価かける発行株数ですよ、と。で、当期純利益は何かっていうと、1株当たりの利益かける、発行株数なんで、ここは省略できるんで、株価を1株当たりの当期純利益っていうので割ったり、こっち使う場合が多いですね。どっちも同じなんですけども、そうやって出したりとかします。で、こっちをね、EPS とか言ったりとかするんで、1株当たりの純利益とか、そういうのも余裕があったら EPS を覚えておいてもいいかなと思ったりしてます。なので、これでですね、稼ぐ力がわかると。で、具体的にちょっと計算してみましょうっていうので、A 社があって、100億円で利益、時価総額100億円で利益10億円ですよって言った場合、
PER はどうなるかっていうと、すごいシンプルに時価総額を、当期純利益で割るので、10億円を100で割るんで、10になりますと。これ何を意味するかっていうと、もう本当に、稼ぐ力10年稼げば、時価総額分の、利益を生みますよ、みたいな感じですね。なので、この利益が10倍すると、時価総額分の、稼ぎを生む。それぐらいの稼ぐ力があると。これ例えば、当期純利益100億円とかだったりすると PR1 倍なんですよね。会社が100億円の会社があって、それが毎年100億円生んでいくみたいな、とんでもないことになるんですけども。そんな感じです。そういう企業はないんですけれども、そうなってくると時価総額がどんどん上がってくるんで、PR は10ぐらいとかに落ち着く。そういうようなイメージですね。なので、この場合は10年で時価総額を稼ぐぐらいの利益がある。なので、PR っていうのは、どれぐらいで、時価総額、何年で時価総額分を稼ぐぐらいかっていう目安ですね。っていうのになります。じゃあ、PR って実際どれぐらいが妥当なのっていうのがですね、結構気になるところだと思うんですけれども、これまだ結構一概に言えなくって、その業界とかですね、その会社とか、バラバラですね。なので、なかなかこれ PR これだから買いだよっていうような感じにはね、パッとはならないんですよね。なので、あくまで一つの目安になってます。で、日経平均で言うと、だいたい10から15倍ぐらいですね、が平均的ですと。すべての、上場企業とかを鳴らしていって、稼ぐ力とですね、時価総額合わせていくと、だいたい10から15ぐらいで、推移してますね。で、だいたいこれぐらい平均ですと。で、例えば、ものすごい成長してる企業とかだと、PR100 とか軽くいくんですよね。なんでかっていうと、今後稼ぐ力がですね、飛躍的に増えるだろうって期待されてるんで、そうなってくると、稼ぐ力はなくっても時価総額がどんどんみんなが株欲しいっていうから株価上がっていって時価総額膨れ上がっていくみたいな感じになっていくと、PR100 とかいきますし、仮にですよ、赤字になったりとかすると PR はもう出せないんですよね。利益がね、マイナスになっちゃうから、マイナスの PER っていうのはないので、なので、赤字企業とかでも全然株価ついたりとかするので、一概にですね、株価に関して、PR がいいから、買いだとかですね、PR が悪いから売りだとかっていう話はないんですけども、あくまでですね、一つの指標として、まず PR どれぐらいなのっていうのもパッと見て、ふーんみたいな感じですよね。なので、それは結構 PR 見たりするなと思います。で、あと逆にですね、成熟企業、もう枯れたっていうか、枯れた技術を使って安定しているような企業はですね、今後飛躍的な成長もないし、だんだん衰退が見えていったりとかすると、売上が下がっていったりとかするのが予想されたりするので、そういった場合はですね、成熟企業は PR をですね、10とか割ったりとかしてきたりとかするので、なので、一概にね、PR がね、2とか3とか5とかだから、買いかっていうとそうではないですね。さっき言ったみたいに株価って需要と供給で決まるんで、今後この業界はですね、伸びないなっていう風にみんな思うと株欲しいって思う人ほとんどいなくなるんですよね。そうなってくると株価上がらないですよね。結構難しいですよね。なので人気になってみんなから名前が出てきたりとかするともう株欲しいよって言ってみんな殺到して株価が意味もなく上がったりとかですね。結構一概には言えないんですけれども、そういった感じで、いろんな思惑がある中の、指標としてですね、PR は重要になってきます。で、こちらがですね、日経平均の PR の推移で、この、黄緑がですね、PR ですね。で、こっちの軸が、だいたい PR になるんですけども、ここが15で10で20ぐらいですね。だいたい15ぐらいを推移していって、最近ですね、結構 PR が下がってきてて、今 12.5 ぐらいですね。比較的今、トレンド的に見ると PR 的には割安な日経平均ありますと。で、これどういうことかっていうと、これが日経平均の株価なんですけども、株価は上がってないけど、稼ぐ力が上がっていってるんで、PR が下がっていってる。そういう感じですね。なので、もっと、株価が上がってもいいっていう風に見るのか、今後、株価が、もう、下がるのを織り込んでる、不況が来るのを織り込んでるから、今、どの先に、株価が上がらないのかとかですね、そういう思惑がどっちに行ってるのとかですね、結構複雑にいろんな、あるので、その予想がですね、難しかったりとかします。で、結構 SBI 証券とか僕使ってるんですけども、このスクリーニングとかですね、このスクリーニングってやると、PR がですね、どれぐらいの会社がどうあるかって調べられるので、興味あればぜひ見てみてください。で、例えば PR がですね、小さいものから、並べいくと、もう 0.86 とかですね、なんかもうわけわかんないですけども、0.86 とか、3とか4とかあったりとか、東京電力が 3.6 とかですね、
東京電力が今今後原発の負担とか重くなるのが予想されてて、無敗に転落とかしたりしたんで、かなり稼ぐ力があるけれども、今後織り込まれて株価上がってないんだろうなとかですね、そういう予想ができたりとかしますね。で、こういうふうに、例えば関西未来ファイナンシャルグループってあるんですけども、PR3.76 とかってなってるんですけども、ちょっと蓋開けてみると、これで、去年までですね、去年までは、利益がですね、結構出てたんですけど、19年3月までは、680億ぐらい利益できたのが、多分2020年だと、利益5分の1ぐらいになるっていうふうに予想されてたりとかするので、それでですね、PR がですね、かなり出ちゃったりとかですね、そういうふうに、減配、今後、下方修正したりするのが、織り込まれてなくて、PR が低く出ちゃったりとかいろんな要素があるのでですね、なかなかね、昔僕も若かりし頃はPR をですね、こうやって低い順に並べてみて全部見たりとかしてましたけれども、なかなかね、PR だけ追ってもなかなかわからないなっていうのがあったりとかしますね。でこれがですね、PR、稼ぐ力ですね。で、もう一個重要なのが PBR っていう資産がどれぐらいあるかっていう、指標になります。なので PR と PBR セットでですね、絶対覚えてください。で、こちらはですね、時価総額に対して資産どれぐらいあるのっていうような指標になります。で、先ほど言ったみたいに時価総額っていうのは、売り買いですね、売ったり買ったりして、みんなが決めてるような、市場が決めるとか言ったりするんですけれども、欲しい人と、売りたい人の、その差分でどんどん価格が決まっていくと、市場が決めてますと。でも実際ですね、その会社が持ってる資産っていうのはね、どれぐらいあるのっていうのが、やっぱ気になるところです、投資家としては。で、例えば、時価総額100億円で、純資産ですね、100億円ぐらいの会社があったとすると、あともう一個、時価総額100億円で、純資産500億円あるとか言うと、全然ちょっと違ってきますよね、その、資産が。こっちだと、時価総額イコール会社側の価値なので、株全部100億円で買い占めれば、その会社を乗っ取ることもできるので、仮にね、株100億円で買い占めたとして、全部分解して売っ払っちゃえば500億入るよとか、そういうイメージに見えちゃうんですよね。だからこれだと結構割安だねとかっていう、そういう判断ができたりするということで、時価総額に対して純資産ですね、どれぐらいあるのっていうのは、その株の中で一つの指標としては重要になります。で、それが PBR として、出てます。で、一つ、ちょっと補足しておきますと、純資産って何っていうのはですね、結構分かりにくかったりするので補足しておきますと、総資産っていうのがあって、総資産はお金とか株とかですね、不動産、土地とかですね、全てをひっくるめたのが、総資産になったりとかします。そこから、負債、銀行から借り入れとかですね、一時的にお金借りてるものを、引いたものが純資産になりますね。なので、借金1億円して1億円の不動産買いましたっていうと、それはプラマイゼロなんですよね。これとこれが釣り合うから。純資産っていうことは、不動産とかです。その買ったものに対して、その負債ですね、ローン、融資が、少ない場合っていうのは、もうその分が差分として純資産になるっていうね、そこだけちょっと覚えておいてください。で、じゃあ PBR って何っていうと、総資産の、何倍がですね、時価総額なのっていうような指標になります。なので、時価総額を、純資産で割るような感じですね。これもさっきと同じように、時価総額は株価を発行株数で、純資産は、総資産は一株当たりの純資産ですね、を発行株数でかけたものなんで、こことここもキャンセルするんで、そうすると、単純に株価を、一株当たりの、純資産になったりとかしますね。なので、そういう指標を、目安としてですね、総資産の、どれぐらいが、時価総額に当たるかっていうのを見たりします。で、具体的に、出すと、例えば A 社が、時価総額100億円で純資産200億ですよ、みたいなのあったとしたときに、PBR どうなるかっていうと、時価総額は、100億円で、総資産が200億円なので、0.5 っていう風になります。これ何してるかっていうと、この時価総額、純資産の方が、時価総額よりですね、2倍多いってことですね。なので、そうすると、かなりですね、会社の時価総額に対して純資産の方が、倍多いよってことなんで、意外と安く見えるっていう風になります。なので、1を割ってる場合は、全て売っ払うとちょっとプラスになるよみたいな、そういうイメージですね。
価格は、会社の価格は100億円だけど、全部売っ払うと、売っ払うってでもね、本当にそれが売れるかどうかって、決算書上のその帳簿上のですね、価格なので、本当にその価格で売れるかどうかっていうのは、ちょっと別問題なんですけれども、仮にその価格で売れたとしたら、100億円で会社買収して200億円で売りさばけばプラス100億円になるよみたいなのが、0.5 っていう風になるので、比較的ですね、割安かなって見たりとかします。で、PBR の目安ってどれぐらいなのっていうことなんですけれども、これもですね、結構業界とかによって全然違うんですよね。日経平均とかで見ると1とか 1.5 ぐらいの間に落ち着いてる感じですね。ただ本当にですね、その資産を持たないの会社ってあったりとかするので、ソフトウェア企業とかですね、そうするとソフトウェア企業って資産持たないんですよね。その割に時価総額バーンと高くなるんで、そうなってくると PBR 的には割高になったりとか、逆に成熟企業はやっぱ1を割ったりするっていう風に、もう今後衰退するだろうと赤字垂れ流して、どんどん資産食い潰していくだろうって予想してるのがですね、それいろんな思惑があって、そういう風に傾向になったりとかします。なので、PBR10 とかですね、ソフトウェア系だと軽く超えたりしますね。でもそれってその業界の中ですね、ソフトウェアで10超えてるとダメなのかとか、100超えてるのダメなのかとか、そういうのは全然関係なくって、あくまで指標の一つの目安として見ていますね。結局みんなが株欲しがればですね、上がっていくし、みんなが売れば下がっていくんで、その会社自体の魅力っていうのはですね、どこがポイントなのか、PBR が低いから買おうっていう人はですね、そんなにはいなかったりとかするので、これもあくまで目安ですね。で、これが日経平均の PBR なんですけども、これまたここが1でここが 1.6 ぐらいで、この青いやつは PBR なんですが、リーマンショック後とかは、1割ってたりとかしたのが、一気にですね、アベノミクスで行って、だいたい 1.4 とか 1.3、1.2、最近だと 1.1 ぐらいですかね、PBR なってますね。っていうので、PBR、日経平均で鳴らすとこれぐらいになりますと。で、同じようにスクリーニングして PBR で流してみると、結構栃木銀行 0.13 とかありますね。凄まじいですね。でも会社買収して全部売っ払えばですね、かなりの価値があるっていう風に、買った額の7、8倍ぐらいになる、そういう感じだと思いますね。だから結構銀行系が今 PBR むちゃくちゃ低いですね。0.17 とか。だからこれから今ちょっと金融業界厳しいので、株価がかなり下がってると。これ栃木銀行ですけども、600円ぐらいから今200円ぐらいまで3分の1ぐらいに株価がどんどん下がっていっちゃってるってことで、今後、その銀行の、金融業界ですね、今リストラとか進んでるんで、かなり厳しいだろうなっていうところで、かなり銀行系がですね、PBR 下がってるって、そういう風に見えたりとかします。で、結構 PBR が低いから、買っちゃえって言って、どんどん買っていっても実は下がりまくるみたいなのあったりとかするので、あくまでですね、一つのあくまで目安として見てみてください。ということでですね、今日は基礎知識としてですね、時価総額は前回やったので、またよかったら復習、前回の動画見ていただければなんですけども、さらにそれをベースにですね、PR 稼ぐ力で、何年で時価総額分稼ぐのかっていうことですね。これ絶対覚えた方がいいですね。PR どれぐらいなのみたいな話はよく出ますし、PBR も資産性で、純資産は時価総額の何倍ぐらいあるの、両方とも小さいければ小さいほど、収益性がいいとか資産性が時価総額に対して割安だっていう風になってる指標になります。では、もしですね、株とか興味あるとしたら、僕はSBI 証券ずっと使ってるんで10年以上ですね。SBI 証券か、もしもあんまお金なくって、投資、数千円とかですね、1万円ぐらいからちょっと投資を経験したいなとすると、SBI ネオモバイル証券がですね、かなり、実質手数料無料でできるので、比較的、小さく始めれるかなと思ったりしていますね。この2つおすすめですね。で、他にですね、株の勉強のやつで、株式投資の基礎っていうのをやってるんで、これもですね、今このシリーズやってて、むちゃくちゃ、勉強になるって皆さん見てるので、ぜひ見てみてください。あとネオモバイル証券とか決算書とかバランスシートとかやりたい場合は、これもですね、詳細な貼っとくんで、よかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資、株式投資、日本経済とか、わかりやすく解説してますので、引き続きですね、見ていただける方は、ぜひですね、チャンネル登録をしてください。いつもですね、コメント、応援ありがとうございます。すごい、励みになってますので、引き続きですね、もふもふ不動産見ていただければ本当に嬉しいです。それではどうもありがとうございました。